今回の産業まとめ。韓国 GM 労使代表者 GM 本社に直訴。ストライキ常態化を痛烈批判。新車割当要求に対して怒りの警告。ゼネラルモーターズ本社経営幹部によると、韓国 GM の度重なるストライキによる工場閉鎖に対して苦言を呈し、新車生産割当に不利になると警告しました。韓国 GM の労働部長や労使代表らと韓国 GM のカヘル・カゼム CEO は GM 本社訪問とメキシコ工場の視察を終えて帰国。GM 本社の製造担当副社長や労使関係担当副社長などとも面会し、韓国への継続投資をお願いしたとされています。しかし本社側は、毎年慣例のように行われているストライキによる工場閉鎖は自らの首を絞めているに過ぎないと労使関係を批判しました。現に韓国 GM は昨年も3169億ウォン、約300億円の事業損失を計上し、損失累計額は約5兆ウォン、日本円で約5000億円にも拡大しています。経営幹部は韓国 GM に対し、どの工場も電気自動車受注獲得のために競争を繰り広げている中で、韓国 GM の労使関係は逆行していると指摘。このままでは韓国 GM に対する新規投資の中止や、新規受注自体を中止せざるを得なくなると厳しく警告したようです。今回韓国 GM 関係者が視察したメキシコ GM 工場は26年間労働組合によるストライキが起こらない、良い労使関係を確立している工場として紹介されたようです。GM メキシコ工場はすでに電気自動車の生産割当を受注している有料工場で、韓国と比較して人件費も低く生産性も高いとのことです。労働者代表は GM 本社に対して、早く韓国 GM への電気自動車生産台数割当を決めてほしいと繰り返し要求したとされています。これが労使関係改善の前提条件との主張ですが、本社側はこのような論理は業界としてはとんでもないことだと認識しているようです。編集所感。今回の概要。韓国での正常は世界では異常。強気な労働者の強力な後ろ盾。政府ぐるみで騙されてしまった GM。韓国自動車業界では待遇改善を求めて毎年のようにストライキを行うなど激しい労使間交渉が行われていることはご存知かと思います。なぜ韓国 GM のような経営状態の良くない企業までこうした労使間交渉が絶えないか、その理由をご存知でしょうか。業績悪化は経営者の責任。待遇改善要求は労働者として当然の権利。現在の待遇への不満。これらが労働者側の主張です。待遇への不満というのは具体的にどのようなものでしょうか。これは韓国国内のヒュンダイ・キア自動車の待遇との差が大きいということです。ヒュンダイ・キア社はどちらも韓国に本社を置く韓国企業です。ここでもほぼ毎年のように激しい労使間交渉が行われ、労働者側はある程度の待遇改善を勝ち取っています。昨年はヒュンダイ自動車が労使間交渉に成功し、ストライキを伴わずに合意に至って大きな話題となりました。しかし韓国企業である両社はストライキを伴う労使間交渉を当然のものと捉えていて、様々な妥協の末に現在の待遇があります。世界的に見れば韓国自動車業界の待遇水準は非常に高いものですが、一方で散発的なストライキのために生産性は決して高くありません。GM メキシコ工場のような適切な人件費で高い生産性を誇る工場は海外にはいくらでもあるということです。韓国企業のヒュンダイ・キア社は国内の雇用維持や政府の経済政策への協調など、GM とは全く異なる考え方で労使間交渉に応じています。海外企業である GM からしてみれば韓国のこうした労使関係は異常であり、それを是正できない韓国 GM への評価は非常に低いということです。韓国 GM の労働者は特殊環境である韓国自動車業界にしか目を向けず、競争関係にある GM の各工場を無視した行動をとっていると経営側から批判されているのです。にもかかわらず、労使関係が改善しないのは十分な新車割当がないからだと GM 本社にまで牙を向いているわけです。こんな理屈が通りますか？損失を積み上げている労働者側が、損失計上は有料製品の生産が少ないためで、これがなければ労使関係も改善しないというわけです。誰もがわかるように、労働者側は一切の我慢をせず、
すべての責任を韓国 GM 経営側と GM 本社側に押し付けているわけです。韓国労働者側の要求はあくまで当然の権利だという前提なわけです。なぜ彼らがこれほどまでに本社に対しても強気なのでしょうか。それは韓国政府という強力な後ろ盾が存在するからです。このことについては過去に報じられていますがおさらいしましょう。韓国 GM は2018年に経営不振を理由に軍産工場を閉鎖しました。この時は韓国撤退か工場閉鎖による経営の立て直しという選択肢がありました。しかし GM 側は韓国開発銀行、KDB から7億5000万ドルを含む70億ドル相当の支援、日本円で約8000億円近くの救済策に合意しています。これは法的な拘束力を持ち、GM はその後10年間は韓国から撤退することができず、投資を継続しなければならないという条件付きです。当然このことを労働者側は熟知しているため、本社に対してさえも横暴とも言える強気な態度で臨むことができるわけです。本社の経営幹部はこのことを詳しく知ってか知らずか、韓国側に投資の中止という言葉で圧力をかけますが、これは全く効力を持たないわけです。GM 経営幹部が話している通り、労働者代表のこうした態度は GM 本社でも全く評価されていませんし、韓国 GM 経営者らも評価されていません。GM は2027年までは韓国に投資するでしょうが、おそらく撤退を視野に入れながらということになるでしょう。韓国 GM 労働者もそれを知ってか知らずか、雇用保障を経営側に求めています。すでに要求はエスカレートという表現すら超えていますね。GM は2018年の軍産工場閉鎖前に撤退という選択を取る絶好の機会を逃してしまったというわけです。ただ、これには韓国政府の強力な後押しがあり、その誘惑に負けてしまったというところでもあります。以前の数年間で、韓国政府は倒産寸前の大企業に巨額融資を行って救済するといったことを繰り返していました。GM も同様にそれを狙いました。韓国政府は雇用維持を条件に巨額融資を決定し、GM との利害関係が一致します。当然撤退しないという足かせ付き。GM 本社はこの選択が誤りだったということを今更ながら理解したでしょう。残念ながら遅すぎました。へえ、毎年待遇改善なんて羨ましいね。うちの会社もスとすればいいのに。あれ、でも社内労組がないんでしょ？立場が弱いよね。そうなんだよ。作り方もわからないし、私のような社員が作れるものでもないでしょ。そういう時に役立ちそうなのが共産党員だけどね。3人入社させて共産党支部を作るところから始めるといいよ。うわ、何それ？怖くない？白雪さんの共産党への恐怖はどこから来てるのよ。わかんないけど共産党はビシッとスーツをお召しになられた昭和の頑固な方々ってイメージだよ。どこからそういうイメージ？なんか両親とかで毛嫌いしてたからそういう印象があるとかじゃないの？そういうのはなかったと思う。まあなんとなくのイメージ。そういえば一応業界内に労組はあって、そこに訴えることもできるんだよ。社外労組か。経営側にとってはかなり厄介な存在だよね。どうせ共産党系の強力な弁護士がたくさんいるんだろうね。よくわからないけど、昔はそこに訴えた人もいて、そのおかげで色々改善されたみたい。会社としても無視できないんだね。そういうこともあって、労使間対立というのは必ずしも悪いことではないんだよ。経営側の行き届かないところは強く指摘する必要がある。そこに駆け込んで結局辞めた人とかもいるけど、その人たちのおかげもあるんだなって思うんだよね。1対1とか社内結束による経営側との直接対話じゃ絶対的に労働者側は弱いからね。下手すれば結束を切り崩されるし。いろいろ難しいんだね。給料ももっと上がらないかな。これ、労組に駆け込んでもダメかな？社外労組は専門家たちだから、なんとか理由をひねり出して強い要求をすると思うけどね。へえ、そうなんだ。まあ正直そこまでしなくてもとは思うね。誰かやってくれればなって感じ。他力本願だね。まあいたずらに社内をかき回したくないというのもあるだろうから、そこはバランス感覚だね。日本ではあまりストライキって聞かないね。やってないの？やってないことはないけど、
この数十年間大手メーカーは良い労使関係を維持しているね。経営の透明化が進んで交渉がスムーズだよ。韓国はなんであんななのかな？根本には経営者は搾取しているという古い共産主義的な考えが完全に根付いてるんだよ。まあ韓国ならではだね。そっか、日本は違うんだ。かつてはそういう勢力も強かったみたいだけど、今はそうではないらしいよ。双方が協調優先で相互理解で賢くやってるんだよ。さすが日本だね。韓国の喧嘩っぽいところもならではって感じがする。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。昨日はお料理教室のお話だったね。いい思い出じゃなかったようだね。今日はもう一つ教室に行ってた時の話。ワイン教室っていうのに行ってたんだ。教室なの？ワインの勉強？教室というより、ワイン同好会って感じかな。ワイン好きの40代の独身女性が講師でね、2ヶ月に1回だけ開催されてた。へえ、私の姉もそんな感じのに昔行ってたような気がする。ワインは別に好きじゃないし、興味もないんだけどね、友人に誘われて面白そうだから行ってたの。私も、まあお酒全般、よくわかんないんだよね。覚える気もないし。場所はね、小さなフランス料理のお店でね、フルコースが出てくるんだ。ワインはその女性が選んで10種類くらい用意されているの。料理を食べながら、その10種類のワインを一つずつ丁寧に説明されながら飲むんだよ。10種類ってちょっとずつ？そうだよ。どこの地方で作られたもので、どんな味がするワインなのかって聞きながら飲むとなんか美味しく感じるんだよね。へえ、飲み比べたら違いがわかるのかな？わかる気分になるよ。だいたい20人くらい参加してたの。40代から60代の年上の人たちが多かったな。パーティーは苦手だけどね、これは落ち着いた雰囲気で、人が話しているのをみんな静かに聞きながら飲んで食べているだけだから居心地よかったな。これは2年くらい通ってたかな。2ヶ月に1回だったし。ところがね、主催者の女性がこのワイン教室に来ていた冴えない男性と結婚することになって突然ワイン教室終わっちゃったんだ。うわ、そういうオチ、講師の婚活だったんじゃないの？それがさ、綺麗なお姉さんって感じの女性なのに、選んだ男性が本当におしゃれ感ゼロで背が私くらいでボソボソと話す人だったんだよ。最初に結婚するって聞いたときは、どうして？何か弱み握られたんじゃって心配したもん。だけどその人ワインについては誰よりも知ってて、その女性よりも詳しかったな。あと2人ともすごい猫好きだった。共通点か。それときっと他の人にはわからない魅力がたっぷりだったってことだよ。今でもこの夫婦とは年賀状のやりとりあるんだよ。でも結局ね、ワインについては一つも覚えられなかったし、興味も湧かなかったな。そもそもの興味がないとね、私もビール以外は全然違いを覚えられなかったよ。でもこれはタイ料理教室と違って損した気分は全くないよ。楽しかったなーって思い出。それはそれでいいんじゃない？